新しいシリ、中身は Google のジェミニに置き換わったんやろ。ニュースで散々見たで。そう思うよね。でも Apple 公式の発表ページ、ジェミニって一文字も書いてないの。一文字もあんなに話題になってたのに。開発者向けのセッション121のページにも Google もジェミニも出てこないの。じゃあ報道の方が嘘ついてたってことを。それも違うの。ジェミニとの提携は本当。ただそれが書いてあるのは自社のセキュリティブログだけなんだよ。なんでそんな回りくどい出し方するの？そこが今日の入り口。その答えは最後まで見ればちゃんとわかるよ。めっちゃ気になるやん。それにね、今回の WWDC で本当に変わったのは実は Siri の中身じゃないの。シリの話じゃないの？じゃあ何が変わったの？Apple がアプリの中の AI を他社製に丸ごと差し替えられるようにしたの。その仕組みまで順番に見ていくね。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。公式にジェミニって書いてないなら Apple は6月に何を発表したことになるの？僕何に驚いてたんだろう。そこなんだよ。発表そのものは公式にちゃんとあるの。しかも中身はかなり具体的なんだよ。発表そのものがなかったわけじゃないんだ。てっきり全部噂話かと思ってた。WWDC2026 6月8日と9日、そこで Apple が出したのが Siri AI っていう新しい Siri なの。Siri AI、そのまんまの名前だね。で、今までの Siri と何が違うの？違いは規模なんだよ。一部を改良したんじゃなくて Siri を丸ごと作り直したフルリビルド版なの。丸ごと？毎年ちょっとずつ良くなるアップデートとは別物ってこと？別物。しかも iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple Vision Pro に深く統合されるって書いてあるの。腕時計にもゴーグルにも入るんか。えらい手広いやん、アップル。それにね、今まで通りアプリをまたいで動くのに加えて Siri 専用の新しいアプリとしても出てくるの。アプリ？シリって呼びかけて使うやつでしょ。わざわざ開いて何するの？前に聞いたことを開いて見返せるの。会話の履歴は iCloud で端末同士同期されるんだよ。あ、チャットの履歴が残る感じか。それなら僕でも使えそう。そうで、ここが結構大事なところなの。その Siri AI を動かしてるのが次世代 Apple ファウンデーションモデルズなんだよ。ファウンデーションモデル？ごめん、それ何の名前なの？急に横文字きた。ファウンデーションは土台って意味。アプリの下で動く AI 本体そのものの名前だと思っていいよ。ああ、Apple 製のエンジンみたいなもんか。車でいう心臓部ってことね。その言い方で合ってる。動く場所は2箇所あって、端末の中とプライベートクラウドコンピュートを使ったサーバーの上なの。プライベートクラウドコンピュート、長い。要は Apple 専用の安全なサーバーってことを？その理解でいいよ。ただ公式に書いてあるのはそのサーバーを使うってところまで。場所は書かれてないの。要するにさ、Siri の中身が丸ごとジェミニに置き換わったってことでしょ？絶対そうだよ。そう思うよね。私も見出しだけ追ってた頃は全く同じように読んでたの。違うんだ。ニュースはみんなそう言ってたけど。共同声明の原文派ね。書き方がちょっと違うの。今年1月12日に出た分には次世代の Apple ファウンデーションモデルズはジェミニのモデルとクラウド技術で構築されるって書いてあるの。構築されるなんだよ。構築される？それって今中で動いてるって意味じゃないの？そう、そこが別の話なの。作る時に手を借りたのかと、今喋ってる本人が誰なのかはね。料理教室で教えた先生と今日の厨房で鍋を振ってる人は別みたいな。その例えは今日一番近い。モッチーってたまに本質をひょいっとつくよね。報道の検証記事では出荷されるモデルにジェミニの重みは一滴も入っていないと伝えられてる。あくまで報道ベースだけど、ジェミニは教師役、いわゆる上流に使われたと見られてるの。上流？お酒作るやつ？僕の知ってる上流とだいぶ違う気がするんだけど。賢いモデルの答え方を
小さいモデルに何度も真似させて中身を写し取る手法のことだよ。うわ、このワイの思い込みだいぶずれてたんやな。でもなんでそこまでして Google に頼るん？そこはね、技術の優劣っていうよりお金と時間の話なんだよ。最前線のモデルを一から育てて続けるコストがもう一社で背負える桁じゃなくなってきてるの。報道ではアップルは年およそ10億ドルを 1.2 兆パラメータのカスタムジェミニに払う計画とされてる。ただね、この金額もパラメータ数もアップルも Google も公式には確認していないの。年10億ドルで Y のひまわりの種一体何袋買えるねん。 1.2 兆っていうのも専門家を大勢揃えた構造の総数で毎回全員が働くわけじゃないんだよ。その上でね、この提携はひどくせん。アップルは手綱を自分側に残したまま足りない分だけ借りたの。ひどくせん。つまりよその AI も並べて使っていいってことか。じゃあ今この瞬間僕の iPhone で喋ってるシリは結局どっちの AI なんだ？白状するとね、私も最初はそれってもうアップルのプライバシーじゃないよねって思ってたの。え、きなこもそう思ってたの？だって他社のサーバーに載せた時点でもう終わりでしょ。アップルはセキュリティブログでプライベートクラウドコンピュートを初めて自社のデータセンターの外に出したって発表したの。外ってどこに出したの？まさか Google のクラウドと NVIDIA の GPU の上、両社と共同して新しい Apple インテリジェンスの処理を動かすんだよ。いやそれ完全にアウトやん。アップルの中で守っとったから安心やったのに。私もそこで身構えたの。でもアップルが言ってるのは場所は借りるけど保証ごと持っていくってことなんだよ。保証は3つ。1つ目がステートレス計算。処理が終わったらユーザーのデータを一切残さないの。あ、つまりさっきの場所を借りるだけってやつか。荷物を置きっぱなしにしないで帰るんだ。2つ目が非ターゲット可能性。特定の誰か1人を狙い撃ちして処理を除くことができない設計なの。へえ、僕のデータだけ抜き出すのが無理なんだ。それならちょっと預ける気になるかも。そう、まとめてしか扱えないから誰かを名指しで狙えないの。ここが結構大事なところ。3つ目が検証可能な透明性。動いているソフトを第三者が確かめられる形で公開するってこと。ほんまか、信じてくださいやなくて疑うなら見に来いって言うてるんやな。そういうこと。しかもこの3つを他社のデータセンターにまで広げたのは今回が初めてなんだよ。でもさ、Google 側が約束を破ってないってどうやってわかるの？そこはハードで担保してるの。NVIDIA のコンフィデンシャルコンピューティング、インテルの TDX、Google のタイタンチップ。中身が見えない金庫ごと預けて鍵は僕しか持ってないみたいな。その例えで大体合ってるよ。箱を貸してる側からも中身が見えないようになってるの。だからアップルが設計したのはどこで動かすかじゃなくてどう動かすかの方なんだよ。へえ、場所を貸してもらってもルールはアップル側が持ったままなんだ。そう。ただここまでは全部アップルが他社の場所を借りる話。本当の転換は逆でアップルが自分の側を開けたことなの。開発者向けの話でしょ。それ僕には関係なくない？そう思うよね。じゃあ想像してみて、モッチーがいつも使ってるアプリ、中身は一項も書き直してないの。書き直してない。僕は何もしてないもんね。なのにその中で動いてる AI だけが別の会社のものに入れ替わってるの。待って、アプリはそのままで中の AI だけ変わるの？そう。しかも入れ替える相手は開発者が選べるの。アップル製でもよその会社のでもいい。そんなの普通できないでしょ。中身を変えるならアプリごと作り直しになるんじゃないの？今まではそうだったの。これね、モデル抽象カレイヤーっていう名前がついてるんだよ。モデル抽象か。急に難しい言葉が出てきて毛づくろいしたくなってきた。大丈夫。差し込み口の形を1種類に決めたって思ってくれたらいいよ。あ、コンセントやん。形さえ合えたらどこの会社のプラグでも刺さるやつ。その例えいいね。その差し込み口がランゲージモデルっていうプロトコルなの。端末の中で動くのがシステムランゲージモデル。
サーバー側がプライベートクラウドコンピュートランゲージモデル。名前長すぎない？僕一回じゃ覚えられないよ。そこはアップルのせいなの。で、3つ目が他社のクラウドモデル。他社って例えばどこ？名前まで決まってるの？アンスロピックのクロードと Google のジェミニ、両社が対応する Swift のパッケージを出すんだよ。ライバル同士の AI が同じ差し込み項に並ぶんかい。そんなん前代未聞やろ。切り替えは Swift パッケージマネージャーでパッケージを差し替えるだけ。下のコードはそのまま。ここね、正確に言うとコード変更ゼロってわけじゃないの。そうなの？さっきそのままだって言ってたのに。依存の追加とセッションを作る時のモデル指定を移行、そこだけは書き換えがいるの。一行か。それでも全部作り直すのに比べたらもうただみたいなもんじゃん。比べ物にならないよね。ランゲージモデルセッションから先は書いたコードがそのまま動くの。待ってや、それってワイが使うてるアプリの中の AI も後から入れ替わるってことやん。そういうこと。これだけ大きく開けたのにアップルは看板の発表ではその話を一言もしていないの。そんな大きい開放なら記事で見た iOS に17エクステンションズってやつも公式に載ってるんだよね。それがね、私が確認できたアップル公式のページにはその名前が一つも出てこないの。あんなに記事で見た名前が、僕もう決まった正式名称だと思ってたよ。アップル自身はその呼び方を使ってないみたい。開放の実態は開発者向けの API として出てるの。ほな記事はデタラメ書いとったんかい。信じてたのに。そこは慎重にいこう。ないじゃなくてこの一時ソースでは確認できないが正確な言い方なの。その言い方なんか回りくどくない？僕には同じに聞こえるんだけど。全然違うよ。私が見ていないページに載ってる可能性は残るからね。だから私は断言しないの。ああ、なるほど。自分が見てない場所まで決めつけないってことか。公式で確認できたのはランゲージモデルプロトコル。他社の AI に差し替える入り口はこっちなんだよ。じゃあ AI 専用のストアができてそこに他社の AI が並ぶって話はどうなっちゃうの？掲載条件も審査基準も収益分配も公式では確認できないの。あるともないとも言えない宙ぶらりんの状態。名前も仕組みも僕が記事で覚えたのと違うんだ。なんか自信なくなってきた。TCC2.0 もジェミニ4アップルインテリジェンスも同じ。公式のブランド名としては確認できないの。逆にさ、これは確実にあるって言い切れるやつはどれなの？システムランゲージモデルとプライベートクラウドコンピュートランゲージモデル、それにランゲージモデルセッション。セッション番号もそう。121番、241番、339番。ここまでは公式のページに残ってるの。そっちはちゃんと名前がついてるんだ。じゃあ確かめる先はこっちってことだね。それでね、一番最初の謎、看板にジェミニが出てこない理由も実はここにつながるの。ああ、一番最初に引っかかったやつやん。アップルは昔から一般向けの発表でクラウドの相手を名指ししないの。だからこれは定型の否定じゃないんだよ。確認できた話とまだ誰も答えを持ってない話、その線引きだけがまだ手つかずで残ってるんだ。じゃあさ、アップルって結局 AI 競争に負けたってことでしょ？自分で作れないから借りたんだよね。そう受け取るの。すごく自然だと思う。実際そう論じてる書き手もいるし、その気持ちはわかるの。フォーブスの寄稿欄は見出しがそのままアップルの AI 幸福、戦略的幸福って書いてるブログもあるの。ほらな、幸福って書いてあるやん。やっぱりアップルは負けたんやんか。でもそれ論説なの。書いた人の読み方であって確かめられた事実じゃないんだよ。じゃあまだ確かめられてないことって残ってるの？それ聞いてから決めたい。大きく3つ。まず契約がマルチイヤーとしか出てなくて正確な期間も総額もわからないの。2つ目、今の iPhone に入ってるチャット GPT 連携が新しい OS でどうなるか誰も答えてないの。3つ目、実際に揺られる端末が答えを出すときどこまでジェミニを動かすのか、ここも未確認。未確認ばっかりやん。さっきの年10億ドルも結局公式は認めてへんのやろ。そう、報道ベースなの。
ただ私は数字を見る方だから言うけど、これ Google 側には毎年入る固い売り上げなんだよ。あ、そっか。僕払う側だけ見てた。もらう側から見たら、これずっと入ってくるお金なんだ。CNBC は2026年2月3日、Google の決算でアナリストがこの提携を質問したって報じてるの。アップルってお金あるんでしょ？なんで自分のところで作らないの？最前線のモデルは学習にかかるお金が桁違いで、しかも毎年追い続けないと差が開いちゃうの。毎年ずっと追いかけ続けるのか、飼い主が新しいガジェット買い続けてるのとなんか一緒だね。時間軸も動いてるの。9月1日付で CEO がティム・クックからジョン・ターナスに代わる。今回がクックさん最後の WWDC だったんだよ。だからね、負けたかどうかよりこの設計変更が数年後にどこへ効いてくるか、そっちの方がずっと大きいの。僕最初シリの中身が丸ごとジェミニになったって思い込んでた。そう思うよね。提携は本当。でもジェミニは主に学習の先生として使われたって伝えられてる。じゃあ公式にジェミニの文字がなかったのも隠してたわけじゃないんだ。アップルはコンシューマー向けの発表でクラウドの相手を名指ししないの。今日一番大事なとこ、中身が誰の AI かより iOS の AI が差し替え可能になったことの方が大きいの。なるほどな。中身が誰かより後から入れ替えられる方がでかい話やん。プライベートクラウドコンピュートも初めて自社の外へ広がって、保証はそのまま土台の方が動いたの。冒頭のモヤモヤ、やっと晴れた。シリじゃなくて前提が変わってたんだね。実はこのジェミニが他社の看板の裏で動く話、 Google 側から見ると全然違う景色になるの。それはまた別の動画で。アプリの AI を自分で選べるようになったら何に使ってみたい？コメントで教えてね。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。